こんにちは。大工の白根です。解体が終わったんでね、今度はね、床を張っていきます。こちらにね、もう既存の床、もう古い床がありますから、こちらをベースとして床をやっていきます。今回はね、新しくこの増築した部分の床をやっていきます。こういう風に増築する場合はね、元々のこの床に合わせていくってことやね。ここ高いやろ。両端は良かったんや、確か。ほら。こんだけ買ったんかったんするん。ちょっと高いねこんなもう直しようがないんで、逆にここで合わそうかな。これで根建てんちゅうことや。でコンパネが4部やけん、まあでも部屋がね、和室ですとなかなかね、鴨の高さを通したりとか難しいですけども、この頃は和風に見せて畳を引く部屋っていう感じで作りますから、内乗り物の高さを古い建物にきちんとこう合わせてくるってことは正直なくなりましたね。新しい方の増築した部分で大引きの高ささえなぶってやれば床の高さを合わせられる、そういう感じで後からの床高を決めるっていう感じの建て方にしてあります。回しすぎたかな。でやろう。床の高さを後から決めるってことでね、当然土台点に根太をかけるとかね、そういうことはできないですから、大引きはいいんですけどね、増築で新しい床の部分ですけども根太掛けを打ってやるってことですよね。でもこの根太掛け打っても別にこの根太掛けが下がるような工事さえしなかったら後から打ってもね大丈夫なんです。しっかりとこの根太掛けは止めてやってね、そうすれば大引きの高さが自由になりますからね、新しい土台を根太の下場にね、無理やり合わさなくて済むってことなんですね。大引きの長さはね、あらかた切ってあるんですけどね、高さがわからないっていうことでね、その寸法を拾って切り替えてやる。増築した部分がね2300に大引き2本入れてますからね、それよりは大引きの間隔が狭いってことでね、床はうんと丈夫になりますよね。で1箇所だけは古い土台に引っかかるってことでね、ここだけは大引きの部分を変えてやってね、そして収めていきます。大引きと根太、この床の高さの決め方ってね、昔と今はもう反対になりましたよね。40年前やったら和室の方が多かったんですよね。ということは和室を基準として考えるんですね。和室の床の作りやね、土台点に根太を打ったんですね。ということは廊下とか洋間は土台より上がったんですよね。上がり下がりっていうのはね、和室っていうのはもちろん畳の厚みがあるってことでね、一般に55ミリの厚みがあったんで、その分で上がり下がりの差が出てくるってことなんですね。この頃は和室って本当にもう一部屋あるかないかですから、基準が洋間に変わったんですよね。和室だけを下げる。昔って必ず廊下でも和室の入り口って30ミリから35、6ミリは上げましたよね。これがもう当たり前みたいな
建物でしたからね。でもこの頃はバリアフリーです。いくらついとっても5ミリまでですよね。でも正直リフォームする場合はこの30ミリ36ミリのこの段がついとるとね、15ミリいっても捨て張りしてこのリフォームできるとかね、段差はあったことでこのリフォームの場合ね、ちょっと楽する面もありましたけどね。この頃は洋間がその家の基準の高さ、和室があったらその分下がるってことだよね。この部屋はね、畳の間になるんですけども、断熱材を入れます。今まではね、和室の下になかなかね、断熱材って入れなかったですね。正直、畳でもね、いろいろあります。15ミリの畳から55ミリまであります。55ミリの畳を引くってことはね、40か45のスタイルの断熱が多分入ってます。でそういう風に今入れてる床断熱のこの断熱材よりも畳の断熱の方が効いてます。ですからなかなか畳の部屋ってこの断熱は入れなかったんですけどね。でもこの家、古い畳の下もやっぱりね、25ミリのね、昔のこの断熱材が入ってました。やっぱりせっかくするんですからね、こっちも断熱を入れた方がいいやろってことで入れていくんですけどね。断熱材を入れてね、そしてこの畳下はヒノキのコード用合板を貼ります。昔はね、必ずって言っていいほどこの杉板を貼りましたよね。杉のゴブ板。それが隙間空いてね、隙間から空気が畳に当たるのがええんや、しけんのやなんてね言いましたけどね、今度は畳がついてくるとね、その隙間から風上がってきてね、新聞紙引いてね、風止めたもんです。やっぱしこのピチッと貼った方がいいですよね。床が晴れたんで、今度は壁の断熱材を入れていきます。壁断熱は厚みのあるグラスウールを入れていきます。グラスウールでもね、これだけ厚みあるといいですよね。ちょっと端かいですけどね、しくしくこうしちゃいますけども、ビニールで梱包してない方がね、きちっと収まってくれますよね。ここの場合ですとメーター間ですからね、一番幅の広い幅でね入れてやって、とにかくきちっとこの入れてやればね、断熱材は効きますからね。今回はね、気密工事はしません。増築部分だけ気密してもなかなかね効くわけではありませんよね。家一軒きちっと包んでこそ気密ですから。逆にここは天井裏は空気が動くようにしてあります。家のためにはこの方がいいですよね。これで増築部分のね畳を引くってことなんですけどね、断熱材が入りました。でこの次はね、この内のリモン、カムイとか敷き、窓枠入れてね動作をやってきます。以上、大工の白山でした。